こんにちは。今日紹介する本は Tom's Midnight Garden です。久しぶりに訪れた図書館で見つけ、たまたま手に取った本です。本書は出版が1958年の児童文学作品です。使われている言葉が古く、文体にも難しさを感じます。現代の大人向けの小説と比べても相当に難しいのではないかと思います。ただ内容は素晴らしいの一言の作品でした。個人的には完璧と言っても過言ではないほどです。この昔独特の言葉や文体に味があり、さらっと読めないからこその良さが詰まっています。この作品もそうですが、Winnie the Pooh や The Wind in the Willows などの年代の古い作品を読むときにも感じることがあります。それは時間が大変ゆったりと流れていたであろう昔を想像しながら読むと、昔の名作と呼ばれる本の良さがじわっとにじみ出てくるということです。現代ではいろいろな動画を好きな時間に手軽に視聴でき、画面をスクロールして豊富な情報をさっと入手できます。ぐいぐい読ませるスピード感あふれる本に人気が出るのは自然な流れに思います。一方、本書のような昔に書かれた本は遅い、退屈という評価が下されてしまうのかもしれません。ということで本書は現代では厳しい評価を受けそうな作品です。果たしてそれを覆すほどの価値がこの本に秘められているのでしょうか。まずは著者の情報をさらっと見ていきます。著者はイギリスの児童文学作家フィリッパ・ピアスさんです。本書の翻訳をしたのは高杉一郎さんで、邦題はトムは真夜中の庭でです。高杉さんは他にも不思議の国のアリスやトム・ソーヤーの冒険など多数の翻訳を手掛けています。それでは本の内容に入っていきます。本作のキーワードはズバリ時間です。そしてタイムトラベルものの SF としても、子供のみずみずしい感情や想像力を描いた児童書としても、また年齢や時を超えた友情を描いた感動作としても満足のできる一冊です。調べてみると本書は時をテーマにした小説の古典と言われているようです。主人公のトムははしかにかかった弟のために家を離れ、貴重な夏休みをおじおば夫婦の下で過ごすことになります。本の序盤で僕が The Secret Garden を思い起こしたのは、トムが庭で遊ぶのが好きだということが分かったためです。彼は木に登るのも好きということから活発なことが伺えますが、後の花々の繊細な描写や彼の言葉を聞いてみると、自然をめでる気持ちも同時に持ち合わせていることがわかります。そんなトムの不幸といえば、おじおば夫婦の家には庭がないということ。退屈な毎日になると暗い気持ちになっていたトムでしたが、ある古い時計がきっかけで夢のような世界に入っていくことになります。本書の前半ではまず、四季を彩る鮮やかで細密な庭の描写が印象的です。トムが存在するはずのない庭へ飛び出し、その美しさに魅了されるのは読者も同じです。じっくりと丁寧に読んでいけば美しい情景がふわっと頭に広がります。もちろん描写が細かいということは読者には高い読解力も必要となってきます。じっくりと腰を据えた描写が特徴的で、まずはここで振り落とされる読者は多いのではないでしょうか。また中盤以降の話の構成が素晴らしかったです。本書のテーマである時間のいたずらがほのめかされることにより、物語が徐々に終わりに近づきつつあることがじわじわと読者に伝わっていきます。そして丁寧に紡がれた物語も終わりを迎えるのですが、本を閉じた時には少しの切なさを含んだとても温かな気持ちに包まれました。最後に本書をどんな人に勧められるかを考えてみました。まず原書で読む、翻訳書で読むにかかわらず、文学作品に慣れ親しんだ人が読む作品ではないかと思います。現代のミステリーやエンタメ作品を読むように、せいた気持ちで読むことはできません。先の読めない展開にハラハラするということを期待するような作品でももちろんありません。現代のようなものにあふれた情報化社会とは程遠かった昔、時間はきっとゆっくりと流れていて、当時の子供たちの想像力は豊かで魅力的だったのだろうとしみじみと感じました。
僕の好きな児童文学はこれまでティム・バウラーさんの River Boy でした。こちらは1997年に出版された作品で、言葉のリズム、美しさが印象的な僕の好みにぴったりの作品です。River Boy も本書の Tom's Midnight Garden も児童文学作品ではありますが、むしろ大人が読んで深い感動を覚える物語ではないかと思います。英語は古風で難しいですが、ゆったりと時間をとり、純粋に読書を楽しみたい方にはうってつけの本だと思います。というわけで今回は Tom's Midnight Garden の紹介でした。それではまた次の動画で。